皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。途中まで絵ができています。キラキラと輝いていますね。輝いているもの、キラキラしているものって綺麗ですよね。なぜそれらに魅力を感じるのでしょうか。そこには人間の本能が関わっているようです。絵ができていく様子とともにお伝えしようと思います。それではスタート。まずは下書きから鉛筆で描いています。この後、この上から黒い鉛筆で線画を描きます。なので、わかりやすくするために色鉛筆で描いています。私は下書きでは細かい直線で細切れに描くようにしています。ダイナミックな線で大きく描くのがあまり得意じゃないんです。長い直線はなかなか狙ったラインにならないんですね。カクカク描いていくこの方法が一番自分に合ってるし、効率的なんです。それに何より、このモチーフは幾何学形。慎重にバランスをとって丁寧に描いていかないと一発で絵が崩れてしまいます。カクカク描いていくメリットについてはこちらの動画で詳しく解説しています。概要欄にもリンクを貼っておきますね。線画を描き始めました。下書きのレイヤーの不透明度を下げて上に新しいレイヤーを乗せて描いています。ブラシは鉛筆、黒で描いています。私は下書き、線画の段階で可能な限り細かく書き分けておきます。色が変化しているところやハイライトになる部分などです。書き込みの時にあまり悩まないようにしたいんです。下書きや線画があまり大雑把だと最後に悩む時間が多くなるんですね。書き込みの時はなるべく色選びや表情の付け方に集中したいんです。背景を塗っています。油彩ブラシで色を混ぜながら塗っています。微妙な色の混ざり方をするのと少しテクスチャーがつくので今回の絵にぴったりです。下塗りを始めました。単色を均一に塗りたいのでマーカーブラシを使っています。では一気に塗っていきます。書き込みを始めました。私は部分的に書き上げていくスタイルをとっています。一部分を集中して書き上げたら次の部分に取り掛かるといった感じです。それは最終的な絵の密度を小さな部分でまず決めてしまいたいからです。一番最初に密度を上げて書き上げてしまうことで絵のハードルを上げているんです。最初にこのくらいの密度で描いちゃったからこの先も手抜きできないねみたいな感じでしょうか。自分を追い込んでますね。ではキラキラ輝く部分が見えてきたところで冒頭のお話をします。なぜ人はキラキラ輝くものに魅力を感じるのか。それには多くの理由があるようです。その中から私が面白いと感じたものを紹介します。キラキラが好きな理由その1。人は本質的に光を求めるから。人は太古の昔より光は善、闇は悪として考えてきました。闇を振り払う太陽や火を信仰し、健康や安全、豊作や繁栄を祈ってきました。人は根源的に闇を嫌い、光を求めます。光のない闇というのは実際に身の危険につながる恐ろしいものだからです。そしてキラキラ輝くものからは光を強く連想します。キラキラが好きな理由その2、魔除け。王は昔から金や宝石がふんだんに使われた王冠をかぶっていました。その他にも銀や銅など様々な輝きを身につけていました。それは権力の象徴であったと同時に魔除けでもありました。キラキラしたものを身につけることで悪いものや邪気から身を守るという意味合いもあったのです。その他にもキラキラしたものは宝石など高価なものや富を連想させます。でも紹介した2つは特に人間の本質から来る理由だなと思います。その証拠にまだ小さな赤ちゃんもキラキラしたものに強い関心を示します。ということで絵ができました。キラキラと光るものに集まる関心をお魚で表現しました。このお魚はネオンテトラ。まさにネオンのように輝いています。人だけでなくお魚もキラキラしたものに強く関心を持つ場合が多いです。それは光に餌が集まるためです。光に集まるプランクトンに小魚が集まって、その小魚を狙って大きな魚が集まる。人間の理由とは違うけど、キラキラに関心があるという意味でお魚に登場してもらいました。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。ここでお知らせです。タイノスケ、Adobe Max 2022に出演します。Adobe Max とは、Adobe が主催する世界中のクリエイターのための祭典です。Adobe の製品紹介や各種セッションが多数行われる世界同時開催のイベント。そこで私はフレスコのエキスパートとしてセッションに登壇します。初心者の方でも分かりやすくて楽しいセッションを準備しようと思いますので、皆さんぜひご参加ください。日本ではオンラインで開催されます。イベントの日時は10月19日と20日。私の登壇は19日午後の予定です。頑張ります。こんな絵を描いてほしい、こんな絵が見たいというご意見をお待ちしています。意見が多かったものは挑戦したいと思います。この動画が面白いと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。